ヒロの F1 です。今日も F1 のホットな話題を取り上げていきたいと思います。チャンネル登録と高評価お願いします。チャンネル登録で最新の F1 ニュースを見逃さずにチェックできるよ。 F1 オーストラリアグランプリ RB 角田裕樹は経験豊富なリカルドに対して優位かの話題です。サウジアラビアグランプリはレッドブルのマックス・フェルスタッペンの勝利で終わり、2戦連続でフェルスタッペンは優勝。チームメイトのセルジオ・ペレスは2戦連続2位となり、2戦連続でレッドブルのワンツーになりました。ビザキャッシュアップ RB の角田裕樹選手はハースのケビン・マグヌッセンの後方を走ることになった際に、熱くならず口をつぐみ自制できたと自身の成長を話しています。ダニエル・リカルドはチームメイトの角田選手を予選とレースでもほぼ上回ることができず、レッドブルのアドバイザーであるヘルムート・マルコの批判に迷惑じゃないと答え、自身の取り組みをやればできるはずと自信を再認識している様子が印象的です。上位5チームのトラブルでもないと下位チームはポイントが取れませんから、周到な計画を立てておかないとなかなかポイント獲得が難しい状況です。動画の後半ではピレリのオーストラリアグランプリのタイヤ説明と開幕前の角田選手とリカルドのコメントを紹介します。角田選手は開幕戦バーレーングランプリの無線で切れてしまいましたが、その後の反省を誓いました。サウジアラビアグランプリではケビン・マグヌッセンの後ろで再び罵倒しないようかなり自制しなければならなかったそうです。モータースポーツトータル .com によると、角田選手は次のように話しています。簡単じゃなかったよ。本当に口をつぐまなければならなかった。それは首や G フォースのために必要以上なことだった。普通なら無線ボタンを押して何か言うところだが、いつもの僕だ。サウジアラビアでの記者会見で変わりたいと言ったんだ。最初の一歩を踏み出せたことは嬉しいけれど、それを維持するのはとても難しい。でもそれが僕の目標であり、やるべきことなんだ。 RB チームを前進させるために角田選手は4年目の F1 でさらに成熟し、信頼できるドライバーであることを証明したいと考えています。同じ方向を向いて仕事ができるように、そしてチームが正しい方向で開発を進められるように安定したドライバーでありたい。モータースポーツトータル .com は角田選手のリカルドに対しての優位性を次のように指摘しています。これまでのところ角田選手はリカルドより優れたドライバーであることを判明しています。経験豊富なチームメイトのリカルドを抑えていて、予選レースの両セッションで優位に立っていました。もしバーレーンでリカルドの意に反して RB が順位を入れ替えなければ、レースでもそうなっていただろう。角田選手は特にブレーキングと低速コーナーでリカルドよりも自分の方が優れていると考えていて、マシンの特性を速くするための最善の方法を知っていると信じています。一方リカルドはこれまでベストではありませんでしたが、その理由を見つけたと考えているようです。2台のマシンの間にいくつかの矛盾が見つかったんだ。そして中盤の最後尾のようなタイトなフィールドでは、さらに上位に行くためには全てがフィットしていなければならない。でもレース前に全て解決できたと思う。チームとたくさん話をしたし、サウジの後にシミュレーターにも入った。最高の準備をしてここに来たと思う。開幕前はトップ10入賞やそれ以上を期待されていましたが、2回のグランプリを終えてまだ0点です。モータースポーツトータル .com によると、角田選手はレースペースはそれほど悪くないと考えていて、ジッタは V カーブ01にとってバーレーンほど良くはなかったが、それでもポイント争いをしました。そして角田選手はもしマグヌッセンに不当な操作でオーバーテイクされ、その後持ちこたえられなければポイントを獲得できたかもしれないと確信しているということです。僕たちは間違いなく悪くはないが、
とにかく団結する必要がある。誰もがまだ自分の居場所とタイミングを見つけなければならない。でもこれからの数戦でチームとしてのパフォーマンスと結果を最大化できることを期待している。 F1 では現在のポイントシステムが正しいのか、それとも後方に差をつけるために全ドライバーにポイントを与えるべきなのかが問われています。角田選手はこのアイデアには賛成していません。9位か10位でポイントを獲得できればそれは僕らにとって優勝したようなものだからね。しかし同時にトップと中盤の差は間違いなくある。だからどうすればもっと互角に戦えるかを考えなければならない。でもそれは難しいよ。サウジアラビアのレース後、ヘルムート・マルコはリカルドがすぐに何かを思いつく必要があるとコメントしました。勇気の予選はとても良かったし、リカルドもすぐに何かを見つけなければならないだろうとマルコは語りました。これに対してリカルドは誰かに言われるよりも自分のために良くなりたいと語っています。迷惑じゃない。僕らの仕事で最も重要なのはドライビングだけど、その大部分はメディアと話すことなんだ。物事がうまくいっている時は誰もがポジティブに話すし、そうでない時はそれほどポジティブには話さない。自分がここに戻ってきたのは自分にはそれができると信じているからだ。証明するものがあるのかとか、みんなを幸せにするためにと聞かれたら、僕は自分のためにここにいるんだ。人々に誇りに思ってもらいたいとは思っているけれど、もし誰かに何か言われたとしても自分自身にそう言い聞かせているから、もう分かっているし、何が期待されているのかも分かっている。だからもちろん予選で Q3 に入りたいし、自分ができると信じている結果を出したい。バーレーンの予選ではラップをまとめることができなかった。サウジアラビアのQ1終盤、9番手から16番手まではコンマ1秒以下だった。コンマ1秒を争うところだし、まずは自分自身を見つめるところだ。レースに先立ち、オーストラリアグランプリで使用予定のタイヤについて次のようにピレリは説明しています。 C5 タイヤは今年の5種類のスリックコンパウンドの中で最もソフトなタイヤで、2024年シーズン第3戦オーストラリアグランプリでデビューします。ジェッタで使用された C4 やほぼ全線で使用されている C3 とともにノミネートされています。 C2、C3、C4 が選ばれた昨年と比べるとソフトな選択です。昨年のレースでは58周中47周で10人のドライバーが C2 を使用し、50周以上走ったドライバーも3人いました。2023年のオーストラリアグランプリは3回のセーフティーカーと3回の赤旗中断、グリッドからのリスタート2回、ローリングリスタート1回を含む多くの中断がありました。アルバートパークのコースは14のコーナーで構成され、最近より流れるようなコースにリニューアルされました。以前ほどではないにせよ、オーバーテイクが難しいことに変わりはありません。歴史的にはワンストップ作戦が好まれてきましたが、よりソフトなタイヤが採用されるようになったことでそれも変わってくるかもしれません。アルバートパークでの週末はその素晴らしいロケーションと開催地メルボルンの賑やかな雰囲気のおかげで F1 界では根強い人気があります。コース自体はタイヤにとってそれほどハードではなく、摩耗よりもデグラデーションが大きなファクターとなります。この時期のオーストラリアは秋の始まりで、気温の変化や雨など天候に左右されることもあります。オーストラリアが F1 カレンダーに初めて加わったのは1985年のことで、今週末は第37回大会が開催されます。1995年まではアデレードのストリートサーキットでレースが開催されていましたが、その後はメルボルンに舞台を移しました。
オーストラリアグランプリで最も成功したドライバーはミハエル・シューマッハで4勝を挙げています。最多ポールポジションはルイス・ハミルトンの8回です。表彰台獲得数ではフェラーリとマクラーレンが26回で並んでいて、ハミルトンはトップ3入りを最も多く果たしているドライバーです。レッドブルがメルボルンで優勝したのはセバスチャン・ベッテルがいた2011年とマックス・フェルスタッペンがいた昨年2023年の2回だけです。ビザキャッシュアップ RB の角田裕樹選手とダニエル・リカルド選手が F1 オーストラリアグランプリの展望を語っています。角田裕樹、メルボルンが待ちきれないよ。メルボルンは大好きな場所で、コースもファンも大好きだし、中高速コーナーもあれば最後のセクターには低速コーナーもある。昨年もポイントを獲得しているのでいい思い出になっている。サウジアラビアとメルボルンの間は信じられないほど忙しかった。準備のために何度かシムセッションに参加した。正直なところそこでのパフォーマンスを予測するのは難しいけど、もし完璧にこなせればパフォーマンスを最大限に発揮できるはずだから、そのために集中して結果がどうなるかを見るんだ。ベストを尽くしてまた Q3 を通過してポイントを獲得できればいい。それが一番の目標だ。サーキットで会おう。ダニエル・リカルド。さあオーストラリアレースウィークだ。第3レースのメルボルンが楽しみだ。メルボルンでのレースを楽しみにしている。オーストラリア人の血が騒ぐのを感じるよ。高速ロングサーキットアルバートパークに来るのが楽しみだ。行くぞベイビー。 F1 オーストラリアグランプリ RB 角田裕樹は経験豊富なリカルドに対して優位かの話題でした。チャンネル登録と高評価お願いします。チャンネル登録で最新の F1 ニュースを見逃さずにチェックできるよ。最後までご視聴ありがとうございました。次回のヒロの F1 をお楽しみに。